今回は前回と同様に江戸東京建物園に来ています。こちらの方も古い建物があっていいな。これなんかも板壁が随分立ちがあるな。これは土蔵だね。壁の厚みが堂々としていて風格までし。こっちの方はどうだ。この辺りも絵になりそうだな。ここら辺を描くとして、これだね。これは面白い。そしてこの乾物屋さんだったというこの建物ね、これを描いてみます。ではまず鉛筆で建物の形を掴んでみましょう。箱として描くことですね。その基本形ができたら窓などの細かい形に入ります。そしてこれ、今日はペンを生かして水彩画を描きます。ペンですね。ペンの線をぐっと引いてみます。ペンの線はとてもシャープで強いですよね。これを遠慮なく、特に日陰の部分ですね。線を重ねて、その暗さを表現するつもりでぐいぐいと引いていきます。建物の影ができて、形がはっきり見えてきます。日向の方はこのようにちょっと暗い部分を描き起こすだけで、あまり線をたくさん使わないことですね。板の目の部分をちょっと描くだけで十分ですね。建物があればそこにいる人々を描くといいですね。特に今日はたくさん人がいますので描いてみましょう。遠くの方にここに展示してある乗り物ですね。それを描いてざっくりと円形の表現で終わりです。では練りゴムでこれを消します。こうですね。これで鉛筆の線が消えてペンの線だけがくっきりと浮かび上がってきます。さて、ではこのペン画の上に今から色を塗っています。ほら、今一色だったんですよ。うんと暗くなったでしょ。これはさっき描いたペンの線が水溶性のペンですので、そのインクが溶けたんですね。そしてこんなに暗くなります。ということは、いつもの水彩画の描き方と少し違うということですね。インクの暗さが溶けるってくるんだということを頭に置いて、あらかじめパレットでは少し明るめの色を作るということが必要です。ペンのインクを少し溶かすようにして塗っていきます。こんな感じですね。筆圧を軽くしてインクの溶け具合を見ながらそっと塗っていきましょう。ちょっと絵の具でこう描き起こしてもいいですね。このお店の中もずっと暗いので同じようにインクを溶かして描き込んでいきます。
こちら日向ですよね。ここはあまりペンでは描いてないので、今までの水彩画の考えにのっとって色を大きく塗ることができます。色をちょっと足して風にさらされた板壁の色の面白さを追求してみましょう。板壁の目の方向をちょっと描き起こして、日向の出来上がりですね。こんなとこちょっとね調子を出すといいですね。目がぐっと引き締まります。窓の最後まで少し描き込んで、円形の当たるこら辺はざっくりと、日陰はもう少しはっきりとメリハリをつけていきます。ではその向こうに立っている建物ですね。ここも同様です。水彩ペンのインクを溶かすようにしながら、大きく、特にこっちは遠方にある建物ですから大きくですね、このくらいの大胆なタッチで描き進めます。側面の明るいところは紙の白を残すようにしながら、ここは2つの建物の間にできる日陰ですね。細かいところ、もう一回慎重にちょっと色を足して、人物ですね。もうペンであらかじめのシルエットは描いてありますので、調子は本当に描きすぎないように絵の具を溶かして終わりです。こちらの人物も同じですね。光が当たった面を白く残して、このように描いて、室内の暗い人物はと中に押し込めてしまいましょう。遠くの乗り物と、それを形を見せるための後ろの木々、ここはあくまでも単純化ですね。でもこちらの近くの木はタッチを生かしたペンで描いてありますので、絵の具を塗る時も同様にタッチを生かして、枝はペンの線をなぞるようにしてリズミカルに描いて終了です。さて、ここの日向の道路ですね。ここは全然ペンでは調子をつけてありませんので、もう伸び伸びしたたっぷりの暖色で流れるように塗っておきます。簡単にここに日陰の面はペンで描いてあります。形が決まってますので、そのペンの調子を溶かすようにしながら地面の影を描きます。さて、全体はできましたね。ちょっと見回して、まだ少し線が溶けすぎてしまってペンの線見えてないなと思うところは、乾いてからもう一度このようにペンの線を生かして書き起こしていきます。細かいところだったり、日陰でちょっと潰れてしまったところ、うるさくならない範囲でペンで書いてあげましょうね。さあ、これで出来上がりです。はい、今回はペンのシャープな強い線を生かして
古い昔の建物を描いてみました。ポイントは水性ペンのインクが溶けて暗くなることをあらかじめ予想して、パレットに明るめの色を用意することです。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。なおこの後、今日使った画材や色を紹介しておきますので、最後まで見てください。それではまた。